音楽で旅をするチャンネル、音旅。こんばんは、小川井です。はい、2021年も残すところわずかとなりました。皆さんどんな年だったでしょうか？今日は2021年を振り返る動画にしたいなと思います。去年もやったんですけれども、2021年の1年間で私が紹介したアルバムや EP の中からベスト5を選んでみたいと思います。2021年にリリースされたものではなくて、私がこの1年で紹介させてもらったアルバムや EP の中から選びました。すごい古いものも紹介しているので、なるだけこの5年ぐらいにリリースされたものを選んでます。まずは第5位です。じゃん。マーク・プリチャードの Under the Sun という2016年にリリースされたアルバムです。ため息が出るような素晴らしい音世界です。このアルバムのレビューは7月20日に公開しているので、よかったら遡って見てみてください。Radiohead のトム・ヨークも参加しているアルバムで、これアルバム、音楽もさることながら、このね、カバーデザインっていうのもめちゃくちゃ気に入ってます。美しいですよね。はい。裏もこんなんで、中にはさらにこういうデザインがね入ってたりするんですよね。レコードってサイズが大きいので、一つのアート作品として持っててもちょっとワクワクウキウキするようなものやと思うんで、もうそういうのにぴったりやなと思います。カバーデザイン、アートワークですごい好きやなと思うものも今年いろいろ紹介させてもらったんですけど、他にはこのFlying Lotus のカバーデザインですね。結構最近紹介したばっかりなんですけど、このカバーデザインもめちゃくちゃ好きですね。中もね、こんな感じになってます。はい。同じくFlying Lotus、これも美しいですよね。すごい凝ってて、やっぱりね、嬉しいですよね。こういうふうに、ここまでデザインにこだわってるっていうのは。他にもこの Floating Points のこれ Crush というアルバムなんですけど、これも美しいんですよね。中もね、これ、デザインがあるんですよね。ちょっとわからへんか。はい。他にもね、Floating Points 今年リリースされたもので、まだちょっと私紹介してないんですけど、これもね、すごいちょっとね、凝ってるんですよね。こんな感じ。あとね、ちょっとテイスト変わった感じで、このドゥーン・カンダのラビリンスというアルバムですね。この人はビョークとかアルカとか FK トゥイックスのビジュアルアートや MV を手掛けたりしてる人なんですけど、その世界観ですね、まさに。中にもね、ちょっとブックレットみたいなね。これも本当にアート作品がひたすら出てるような、ちょっとなんつうの、写真集というか、そういう感じ、作品集ですね。こういうの。結構グロテスクですけど、こういうのあります。はい。ちょっと部屋にね、飾りたくなるような、インテリアにも良さげなレコードってええなって思います。ということで、こういうカバーデザイン、アートワークも含めて、このマーク・プリチャードの Under the Sun を選んでみました。で、第4位は、じゃん！ Brio Quartet トム・ヨークの Heart Revolution His Road という2020年にリリースされた EP です。このレビューは10月2日に公開してます。これはね、もう本当にその Brio、Quartet、トム・ヨークのもう3人のこの大天才たちの才能が凝縮された一曲にものすごく重みを感じる曲やなと思って選びました。素晴らしい曲で奥行きと質感がたまらないんですけども、それはこのレコードで聴いた方が絶対にいいと思います。レコードで聴かな味わえへんのちゃうかなって思ったりもします。この EP 初版はもう即完売したそうで、そこから再販されているんですね。なので最近中古屋さんでもねちょこちょこ見かけるんで、よかったら買ってみてください。続いて第3位です。じゃん！イニゴ・ケネディの Vaudeville という2014年にリリースされたアルバムです。
これは11月30日に公開してます。もうこれね、ほんとサムネにあるように、演劇を見ているかのような気分になるテクノで、最近めちゃくちゃお気に入りです。テクノってドツ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 単調でよくわからんみたいな人も多いかなと思うんですけど、そういう人でもすごい楽しめるアルバムやなと思います。映画の劇版のような感覚で聴けて、すごい想像も膨らむんで、結構女性にもええんちゃうかなって思ったりします。ちなみにこのアルバムを紹介した時に、私動画がアップされたらそれを、ツイッターでシェアするんですけど、そのシェアしたものに対してイニゴ・ケネリ本人からどうもありがとうございますというコメントが来ました。めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、最近私がめちゃくちゃハマってるイニゴ・ケネリでした。では続いて第2位です。じゃん。ポテの A Tenuous Tale of Heart という2021年にリリースされたアルバムです。これは7月29日に公開しました。これは今年6月にリリースされたアルバムで Outlier というボノボが主催するレーベルからリリースされました。このポテというのはカリブのセントルシア生まれの新進気鋭のアーティストです。このアルバムにはブラ、そしてゴリラズのデイモン・アルバンが参加してます。すごい実験的な部分もありつつ、ポップな部分もあるので、すごい幅広い人に愛される音楽やなと思います。今後彼がまたどんな音楽をリリースするんやろうってすごい楽しみなアーティストです。そして栄えある第1位は、じゃん、Aphex Twin のFlops EP という2018年にリリースされた EP です。このレビューは5月13日に公開しました。はい、これちょっと、限定版なので分かりづらいかもしれないですけど、これです。これはこの曲をレコードで聴いた時の衝撃が忘れられなくて1位に選びました。他のどのエレクトロニックミュージックよりもズバ抜けてかっこよくて、もうかっこよすぎて本気でショックを受けたぐらい衝撃を受けました。この威力は何なんやろうって開いた口が塞がらないような感じになりました。ちなみにミュージックビデオも面白いのでよかったら見てみてください。この曲は本当にレコードで聴いた方が断然いいと思います。超おすすめです。ということで、オガウェイが今年ご紹介した音楽のベスト5を発表してみました。他にも素晴らしい音楽っていうのはたくさんあって、5枚選ぶっていうのはなかなか難しいんですけれど、近年っていうのでちょっと絞って発表してみました。他には、今年2021年の振り返りとしては、お気に入りのレコードを紹介するっていう以外に、アーティストのインタビューっていうのがたくさんできたっていうのがすごい、私としては嬉しかったなと思います。去年の10月にアントワープ在住のアーティストティモ・カーリエのインタビューをしたんですけれど、それをきっかけに今年は結構、アーティストのインタビューができたと思います。モジュラシンセサイザーを使って音楽を作っているニューヨーク在住のメトロポリタンプロジェクト、そしてフランス人とイスラエル人のデュオ ATN Soul & Noam、 そして YouTube で DJ 情報を発信する森本さん。これはコラボレーションという形で、私は彼のチャンネルの方にも出演させてもらってます。初のコラボレーションでした。そしてブラジルと日本を行き来するケータブラジルさん、あとは音楽にジャーナリズムを織り交ぜたイギリス人デュオハラムテイプス、そして最近12月にインタビューさせてもらったアルゼンチン人の3人組ユニットルホアジアティコ、たくさんの人に協力してもらいました。今年はもうこのインタビューが一番楽しかったです。新しい音楽と人とのつながりっていうのが本当に楽しくて、来年も引き続きやっていきたいと思います。その他、このインタビューをさせてもらったアーティストの音楽を使って散歩動画っていうのもいくつかアップしました。これを作ったきっかけっていうのは、やっぱりコロナで外出できないとか、東京に来れないとか、もしくはもう日本に来れない。
そういう状況の中、素敵な音楽と街の風景を楽しんでもらえたらなと思って作りました。他にも皆さんに楽しんでもらえるようなコンテンツを作っていきたいと思っているので、来年もどうぞよろしくお願いします。ちなみに新年一発目の動画で大発表があるので楽しみにしていてください。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。